こんにちは、京子です。今日は自分の肌をより綺麗に見せてくれる簡単な色選びの方法をシェアしたいと思います。皆さんはカラーを買ってきて塗ってみた時にあんまり自分の肌が綺麗に見えないって思ったことはありませんか？それは自分の肌の色とカラーがマッチしてない時に起こります。人の肌は大きく分けて2種類に分かれます。聞いたことがある方もいると思いますが、黄みの強いイエローベースと青みの強いブルーベースに分かれます。色もだいたいどちらかに分かれていることがほとんどなので、イエローベースの人がブルーベースの色を塗ったり、またその逆でブルーベースの人がイエローベースの色を塗ってしまうと肌が綺麗に見えないということになります。どうしてそうなるのかっていうのはとても難しい話なので、今回はその仕組みについてはお話ししませんが、どうやって見分けたらいいのかをここでお教えしたいと思います。その方法は結構簡単で、お店でカラーチャートを見るときにイエローベースとブルーベースのピンクを2つまず見つけてください。今回はこの2色を使います。ピンクって言ってもサーモンピンクみたいに黄みの強いものとショッキングピンクみたいに青みの強いものがあるので、同じピンクって言ってもだいぶ違うのはわかると思います。これをわかりやすいのは自分の肌に当ててみることです。一個ずつ当ててみて、この色の周り、この辺の肌がより綺麗に見える方を選ぶといいです。この時に私はこっちの色が好きとか、自分の好みのことは置いといてください。それはまた全然別の話なので、もしかしたら好きじゃない色の方が綺麗に見えることもあるかもしれないです。なのでどっちが似合うかっていうのを見るだけなので、この置いた周りの肌を見ると分かりやすいです。ちょっと今はモニターとか照明の関係ですごく分かりづらいかもしれないんですけど、実際にお店で自分の肌を直接見るともう少し分かりやすいかもしれないです。自分で選ぶ自信がない人はお友達に一緒に見てもらったり、店員さんにちょっと相談するのもありだと思います。ポリッシュで見てみる場合は、もうボトルをこのままこんな感じで肌に当ててみればいいです。このポリッシュの発色がどうとか透明感があるとか、そういうことは今回も関係ないので、置いてみて周りがどういう風に見えるかっていうところだけを見ると、自分がどっちのタイプなのか分かりやすいです。自分の肌タイプがどっちなのか分かると、こうやってピンクがいっぱいありますよって言った時に簡単にこれは違う、これはそう、これは違うってまずこの中から候補を絞ることができるので、色選びもすごく楽になるし、セルフで自分で色を買ってくる人は外れの色を買うことがほとんどなくなります。間違って買っちゃった色とか、どうしても使いたい色とかはワンポイントでアートに使うといいと思います。今回は簡単にピンクについてだけお話ししたのですが、全てのカラーにおいて同じなので、自分がどちらか知っていると色は選びやすいと思います。例えば私イエローベースなんですけど、じゃあ青は似合わないんですかっていう話を絶対出てくると思うんですけど、そんなことはなくて、青もいろんなタイプがあるので、黄みの強い青を選べば自分のお肌をきれいに見せることができます。
なのでもし肌がイエローベースだった場合はあまりこういう薄い水色とか、もう本当にこういうみんなが想像するブルーみたいな色は避けた方がいいかなと思います。どっちかっていうとちょっとこういう青みじゃない、緑の入ったようなブルーとかを選ぶと、イエローベースの人は肌きれいに見せることができます。逆にイエローベースなのにこういう青とか塗ってしまうとまた肌がきれいに見えないので、青だけじゃなくて他のカラーもサンプルをいくつか見てみると分かりやすいと思います。これは慣れるしかないので、お店に行ったらこの色はどっちかなって見てみるだけでも面白いので、ぜひやってみてください。いかがでしたか？この動画が役に立ったらいいねボタンを押していってくださいね。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。